東京都心の航空写真を見てみると、広い緑の場所を4カ所見つけることができます。これらは東から皇居、赤坂離宮、新宿御苑、明治神宮です。今回は一番西の明治神宮についてのお話です。明治神宮があるのは東京都渋谷区代々木というところです。明治天皇とその皇后の昭憲皇太后を祀る神社です。神社の社殿などがある内苑とスポーツ施設などが広がる外苑から構成されています。まずはこれらの成り立ちや歴史について解説していきます。明治時代に日本の首都はこれまで都があった京都から東京に移されました。明治天皇は明治時代になって世の中が大きく変化した時の最初の天皇だったわけです。そんな中、明治45年7月30日、明治天皇は崩御してしまいます。当然、東京で天皇が崩御するというのは今までになかったことですから、法律などは整備されていませんでした。というわけで、明治天皇のお墓は東京に作るのか、京都に作るのか、また、京都にお墓を作った場合には、東京には何か作るのかといった議論がなされました。お墓に関しては、明治天皇の生前の意思により京都に伏見桃山陵として作られることが決まりましたが、東京にも記念施設の創設を求める声が大きくなっていきました。その中には、明治天皇を祀る神社の創建という意見もあり、これが国民の明治天皇に対する崇敬の念と合っているということで採用されることとなりました。そうして実業家の渋沢栄一や東京市長であった坂谷義郎などを中心としてこの計画が進められていきました。東京に神社が作られることが決まった頃の大正3年4月9日、明治天皇の皇后であった昭憲皇太后が崩御してしまいます。ということで、その翌年には昭憲皇太后も明治天皇とともに明治神宮に祀られることが決められました。そしてついに大正9年11月1日、鎮座祭が行われ、この日を創建の日としています。その後は外苑も聖徳記念絵画館や明治神宮や球場などを中心にさまざまな施設が整備されていきました。しかし太平洋戦争末期の昭和20年、空襲によって本殿を含む多くの建物が焼失・被災してしまいます。それでも多くの寄付やボランティアなどによって昭和33年に復興され、今まで守られてきました。ここまでが明治神宮の大まかな歴史です。日本にある多くの神社と比べるとかなり歴史は浅いですが、その分細かな記録が残っていることが興味深いですね。次に明治神宮の森について解説していきます。内苑がある土地は江戸時代には地方の大名の別荘地のような場所でした。明治時代になると政府によって買い上げられ皇室の土地となっていました。この辺りは今の明治神宮御苑にあたります。それ以外の土地は何か建物があったわけではなく、ほとんどが畑や荒れ地だったそうです。神社を作るためには人々が静かに祈りを捧げる森が必要だということで、人工林が作られることとなりました。多くの専門家を集め100年先を見越した永遠の森計画がスタートすることになるわけです。当時の首相であった大隈重信は伊勢神宮や日光東照宮のような立派な杉並木にすることを望んでいました。ですが針葉樹はこの代々木の地の気候に合わないことや都心の塩害に弱かったため、最終的にはシイ、カシイ、クスノキなどの照葉樹が主な木となるように植えることが決められました。照葉樹は針葉樹に比べると成長が遅いため、最初は針葉樹と照葉樹を一緒に植えることになりました。最初は針葉樹が成長し、針葉樹の森が形成されていきます。やがて遅れて成長してきた照葉樹によって針葉樹は淘汰されていき、最終的に照葉樹の森が形成されるという想定です。これが全く人の手を加えることなく100年かけて明治神宮の森を作り上げる永遠の森計画なのです。創建から20から45年後には黒松や赤松などの針葉樹が多く枯れ、
50年経った頃には照葉樹が順調に成長してきていることが確認されました。そうして2020年には創建100周年を迎え、今ではご存知の通り立派な森が広がっています。今までの100年以上の間、参道の落ち葉を森に戻す以外は一切手を加えず、自然の力だけでこの森は作り上げられてきました。これからもこの森を守っていきたいものですね。次は明治神宮の建造物について解説していきます。まずは社殿についてです。社殿の建築様式は出雲大社の大社造りや伊勢神宮の神明造りなどさまざまなものが検討されましたが、最終的に多くの神社で採用されている流れ造りという様式が選ばれました。本殿、内拝殿、外拝殿などのさまざまな建物で構成されていますが、多くの人が参拝できるのは社殿の中でも外拝殿になります。次は宝物殿についてです。宝物殿は奈良県にある正倉院のあぜ蔵造りを模した鉄筋コンクリートの建築で、あぜ蔵風大床造りと呼ばれています。ここには明治天皇や昭憲皇太后が使った机や馬車などの調度品が保管されています。太平洋戦争時には戦火を逃れるため御霊城を持ってここに避難したそうです。本殿は焼失してしまいましたが、御霊城などは燃えることはありませんでした。次は参道についてです。明治神宮には北参道、南参道、西参道の3つの方向から参拝することができます。当初は北参道を正参道とする計画だったそうですが、本殿から見て鬼門にあたることから南参道が正参道とされました。鬼門とは北東と南西の方角で鬼の出入り口とされており、忌むべき方角とされています。そして正参道である南参道から外に伸びる大通りが表参道と呼ばれています。表参道は冬至の日の朝、太陽が昇る方向に作られています。最後は外苑についてです。外苑のある土地はもともとは青山練兵場という軍用地でした。政府によって国費で作られた内苑と違い、国民の寄付や青年ボランティアによって作られました。当初は聖徳記念絵画館、崇城電子、憲法記念館、陸上競技場の4施設のみが計画されていましたが、スポーツ熱の高まりを背景に野球場なども追加で作られることになりました。現在、憲法記念館は明治記念館として、陸上競技場は国立競技場として、野球場は明治神宮野球場として実現しています。ただし、国立競技場はオリンピック開催に伴い文部科学省に移管されており、今では神宮外苑の施設としては数えられていません。いかがだったでしょうか。このようにして明治神宮は作られ、そして守られてきました。そして毎年初詣多くの人が訪れ、その数は全国で1位となっています。それだけ多くの国民に愛されている神社なのですね。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。